いつの時とも知れぬ、どこの場所とも知れぬ遠い世界の物語でございます。ハインローグという城に一人の若き王様がおりました。何者？私だ。これはご無礼を陛下。兵士長か？兵士長ジェナトスにございます。私を敵と思ったか？城壁に出没する者は昔から亡霊の類と決まっております。まさか国王陛下とは。驚かして悪かったな。めっそうもない。なあジェナトス、教えてくれ。なぜ今年はこうも春が遅いのだ？確かに例年になく寒い日が多ございます。明日から5月なのだぞ。確かに今日で4月も終わりですな。畑は霜で白く、牧場に緑は燃えず、いつもなら白や薄紅の花で覆われている果樹園にもつぼみ一つ見えないではないか。そういう年もあるのでございますよ。父上が亡くなって以来、この国にはいいことなど一つもなかった。それは取り越し苦労でございます、陛下。飢饉、流行り病、戦争。私が未熟だからか。この経験のない青二歳の不心得ゆえ、国民は苦しまねばならないのか。何をおっしゃいます、陛下。苦境の時にこそ民は王を必要とするのです。私には力がないのだ。国をうまく治める力が。力が欲しいものだ。知恵が欲しいものだ。またカラスだ。このところカラスがやたらと多くはないか。死者は絶えないせいでございましょう。10%、20%。一体どこへ飛んでいくのだ。ハゲ山の方ですな。力が欲しいと今おっしゃいましたな、陛下。ああ、言ったかな。同じ君主でも灰色の国土を手にする者と黄金の国土を手にする者がいるのはなぜでしょう。だからそれは王の器によるのだろう。そればかりではありません。というと？人一人の力など知れたもの、一国の王とても例外ではありません。じゃあ歴史に残る偉大な王たちには常に心強い味方がいたのです。味方？ハゲ山の頂上に大きな石の遺跡があるのをご存知ですな。ああ、太古の石の神殿だな。今宵月が昇る頃、そこへ行ってごらんなさい。きっとお望みが叶いますよ。どういうことだ、ジェナトス。行ってごらんになればわかります。では私はこれ勤務中ですので。明日の予定を申し上げます、陛下。ああ。午前中は隣国の大使が謁見を希望しています。場所はいかがいたしますか？鏡の間にいたしますか？それとも丸天井の間にいたしますか？どちらでもいい。では鏡の間ということで、それからルーンマルナの市長がぜひお会いしたいと。ああ。聞いてらっしゃいますか、陛下？聞いている。要件は何だ？食料事情が悪化しているよしをお話ししたいそうで。話を聞いて
どうにかなるものでも。昼食の後は。もう良い大臣。しかし陛下。そこに明日の予定表を置いていけ。必ず朝までに目を通しておく。わかりました。ではおやすみなさいませ陛下。ご苦労。王様、マリーナ。お疲れだと伺いましたが。いや、それほどでも。早くお休みになった方が。今から行かねばならぬところがあるのだ。こんな時間に一体どこへ？すぐに戻る。マリーナこそ夜更かしは禁物だ。大事な体ではないか。早く休みなさい。そうですか。お妃様、王様はまだお休みにならないのですか？何か用事があるらしくて。じゃあお妃様、髪を下ろしてお休みの準備をいたしましょう。お願いね、ユリア。羨ましいな、お妃様。綺麗な金色の長い髪で。あなたの栗色の髪も素敵よ、ユリア。そうかな。それに王様はかっこよくて優しいし。早くルイスが戻るといいのだけど。なんだこの光は。こんばんは。そんなに急いでどこ行くの？ファラあなたは？っていうの。そういうあなたは？国王ルイスだ。ああ、人間の国の王様なんだ。こないだまでルドルフとかいう王様じゃなかったっけ？それは私の曽祖父だ。やだ、ファラったらまた忘れてた。人間って長生きしないんだったね。あなたは妖精？ピクシーだよ。ピクシー？ねえ、ルイス、余計なお世話かもしれないけど、こっから先行かない方がいいと思うよ。どうしてだ？今夜はハゲ山に魔物がうようよ集まってるから。なんと。じゃあね、ファラもちょっとだけ急いでるんで。なんで急いでるんだっけな。なんだこれは。なぜ地味猛量の集いに来るようジェナトスは私に勧めたのだ。あっ！待たせたな。今宵は特別の来客がお見えだ。どこかに隠れておいでだ。そこだ。汝はハインローグの王か？はい。かつてもそのような者がいた。汝も力が欲しいのであろう。あなたは？力と富と知恵が欲しいのかと聞いているのだ。はい。よかろう。汝をこの世で最も力と富と知恵のある王にして信ぜよ。手を出すがいい。は？この指輪をするがよい。汝の望みは叶うであろう。さあ指輪をはめるのだ。恐れているのか？いえ。それでいい。これで汝の夢は現実のものとなる。その代わり時が熟したならば汝の一番大切なものをもらう。
汝はもうちぎりを交わしたのだ。このギゼフィルとな。それから数ヶ月、約束通りルイス国王のなすことはことごとくうまく運び、国は活気を取り戻したように見えたのでございます。しかし、お呼びでございますか、陛下。ああ、大臣、待っていたぞ。国道建設のことで相談がある。はこの地図を見てくれ。ノーザラスまで国道を通すとなれば、この森を切り開かねばならぬ。ついでにピクシアンの森を全部取っ払って農地にしてはどうかと思うが。この森はピクシーやエルフの住む森でございますぞ。この際仕方あるまい。一国の明暗を分けるのは経済力と軍事力だ。この道ができれば一挙両得であろう。しかし、どのくらいの労働力がいると思う、大臣。王様、差し出がましいかと存じますが、民は度重なる戦争や労役で疲れ切っております。これ以上負担をかけるのは国のためではないか。国が富めば民も富むのだ。ですが、それに私の政策のおかげで戦争に勝ち、貿易の道も開け、産業も栄えているではないか。私のしてきたことが間違いだというのか。陛下のお喜びが民の喜びとは限りません。戦争で息子や夫を亡くした者、重税で苦しむ貧しい者たちのこともお考えください。所詮民は私のものではないのか。陛下、どうか人心を背かせるような言動は慎んでくださいませ。すでに反感を持つ者が。もうよい。愚かな大臣と話をしても時間の無駄だ。至りませんで。下がってよい。はっ。お妃様、晩餐会のお支度の時間ですよ。また今夜も晩餐会。毎晩のようにこのような贅沢をしていいとは思えないのですが。まあ、そうおっしゃらずに。この綺麗な服だって、美味しいごちそうだって、皆人々の税金を使っているのですよ。綺麗なお召し物を着ないと王様に怒られますよ。ルイスは人が変わってしまったよう。この宝石だって隣の国から略奪してきたものではありませんか。血にまみれているようで。そんな悪い方にばかり考えていては。ちょっと肌寒くなってきましたね。窓を。何？あなたがお妃様？ピクシー？そう、ファラっていうの。どうしてここへ？ファラたちの住む森がどんどん切り倒されてるの。お願いなんとかして。ピクシアンの森が？そう、今日もブナの老木が切り倒された。知らなかった。王様が開発を進めているんだわ。緑の森をなくすのを開発っていうの？そうじゃないけど。王様に話してみます。でも聞いてくれるかどうか。緑の森は誰のもんでもないんだよ。人間だけの勝手で木を切り倒したりしたら人間もきっと滅びるよ。王様によく言っといて。ジェナトス。ギゼフィル様。喜べ、木が熟した。どういうことで？もう寒い城壁の上で見張りをするのには飽き飽きしたろう。はあ。お前は兵士長で貧乏くじばかり引いているのに、王族は皆暖かい部屋でぬくぬくと贅沢三昧をしておる。ええ、
戦争の勝利を勝ち取ってやったのは汝ら兵士ではないか。悔しくはないか。まあ、今度は汝がかぐわしい酒を飲む番だ。今なら民はついてくる。ルイスをやるのだ。汝が王となるのだ。王様、ピクシアンの森のことでございますが。ああ、あそこには国道を通すつもりだ。道ができれば港への便が格段に良くなる。お願いがございます。道だけじゃない。木々を取り払って船を作り、跡地は農地にするのだ。そうだ、工場も作ろう。武器を大量に製造するための。その計画、考え直してはいただけないでしょうか。あそこはピクシーやエルフの住処です。あの森も他の森も山も川も私のものだ。しかもピクシーやエルフが国家のために役に立った話は聞いたことがない。王様、国政のことは私に任せておけばよい。お前は美しい服をまとい、世界中の宝石を飾り、楽しく過ごしていればよい。私は楽しくございません。マリーナ。陛下、兵士長が緊急のお話があるそうでございます。こんな時に野暮なやつだ。まあいい、通せ。なんだジェナトス、緊急の用途は。陛下、一段とお牛の艶がよろしいようで。何を言っている。その高い椅子に座って下界の景色を眺めるのは気分がよろしいでしょうな。ジェナトス。陛下の大事なお虫にハエが止まっております。私が取って死んでましょう。何をする。剣を収めろジェナトス。ハエを叩き切ってやる。この兵であえ。この者を取り押さえろ。離せ。ハエは死なねばならんのだ。連れて行け。力にぶち込んでおけ。離せ。私は国王であるぞ。覚えていろ。お前はギゼフィルの手の中だ。ギゼフィルは必ずお前を迎えに行く。お怪我はありませんか、陛下。大丈夫だ。どうしたのでしょう、ジェナトスは。わからんが、このような不祥事を起こしたからには二度と日の目は見られまい。気の毒に、確か奥さんのお腹に赤子が。不甲斐ない父親を持ったものだ。ジェナトスが言っていたギゼフィルとは何のことでしょう。いや、何でもない。乱心の果てのたわごとだ。ここのところ沈んでいらっしゃいますね、王様。ジェナトスの事件がまだ気になってらっしゃるのですか。そうではない。なあ、マリーナ。私にとって一番大切なものとは何だろう。私が王様よりよく知っているとでも。いや、お前にとって大切なものとは何だ。たくさんございます。王様でしょうか、自分の命でしょうか、生まれてくる子供かもしれません。里の父や母かもしれません。そうか。それは皆富では買えないものだな。もちろんです。力によっても、ひょっとしたら知恵を使っても手に入らないものです。どうなさいました、王様。マリーナ、私は忍者の島に行ってみようと思うのだ。忍
茶の島へ。何故でございますか？優れた占い師がいると聞いている。訪ねてみようと思うのだ。確かこの洞窟の奥に住んでいるという話ですが。そうか。ここから先は私一人で行く。船に戻っていてくれ、大臣。はあ、お気をつけて。コウモリか。お待ちしておりました。明日の顔が見たくていらっしゃったのですね。私が来ること知っていたのか？私のこの聖堂の鏡にずっと映っておりました。明日のことが占えるという評判は本当か？試してご覧になりますか？しかし明日のことを知って喜んで帰ったものばかりではありません。人はいずれ死ぬもの。そのぐらい承知の上だ。問題は死に方でございます。構わぬ。占ってくれ。ではお手を。おや、どうした？不吉な指輪をなさっていますが、そのような指輪はお外しになった方が。それが外れないのだ。肉に根を張ったようにびくともしないのだ。そうですか。なぜ不吉な指輪とわかるのだ？いいえ、大方思い過ごしでしょう。さあお手をこの鏡の台座に置いてください。こうか？はい。今に時の精霊が鏡の底から湧き上がってまいります。何が見える？財宝が見えます。王様とお妃様、それから小さな生まれたばかりの若女。男の子か女の子か？まだ見えません。ハイハイしています。おのこごです。元気なおのこごです。そうか、男の子か。どんどん大きくなって少年に、いやもう立派な青年に。どうした？いや、もう終わりです。鏡が曇ってしまいました。どうなったのだ？私の最後はどうなのだ？お知りにならない方が賢明です。病気で死ぬのか、それとも戦か？恐ろしいことです。じれったい。はっきり申せ。陛下はご子息の手にかかり地に倒れるでしょう。何？私の息子？まことか？残念ながら。その鏡は嘘をつくのではないのか？今日はついているのかもしれません。今までついたことはありませんが。変えられないのか、私の運命は。私はその方法を知りません。なんてことだ。王様は重い心でハインローグ城に戻られたのでございます。頭の中を忍者の恐ろしい予言が何度も何度も去来していたのです。ご子息の手にかかり地に倒れるでしょう。何を塞ぎ込んでおられます陛下？いや、何も。忍者が何か申したのでございますか？何でもない。占いの類をあまり気になさることはありません。分かっている。今夜こそ王様は戻るかしら、ユリア。ええ、きっとお戻りになりますよ。先ほど早馬の使いが到着して間もなくお着きになると。
よかった。どうなさいました？蹴ったわ、お腹の子が。どれ？本当だ。もうすぐですね、お妃様。なんだかドキドキする。男の子かしら、女の子かしら。楽しみ。王様もきっとお喜びに。そうね、待ちわびてらしたから。国王陛下の月。ほら、お戻りです。ねえユリア、あの地平線近くに光っている2つの星は何というのかしら。そういえば見たことのない星ですね。まるで双子のように仲良く寄り添っている。双子星ですね、お妃様。マリーナ、王様。今戻った。お帰りなさいませ、陛下。ああ、ご苦労だったユリア。道中いかがでございました？何事もなく平穏無事だった。それはようございました。で、忍者との要件は済んだのですか？ああ、じゃあその話はまたゆっくりと。いや、評判ほどの大したものではなかった。あんな遠いところまで無駄足だった。それは残念なことで。どうだ具合はマリーナ？ええ、とても順調です。陛下、先ほどお妃様の中の子が蹴ったのでございますよ。そうか。とても元気の良いお子さんのようですよ。もし男の子ならそれは立派な勇者に。すまない。今夜はすぐ休みたい。ベッドの用意はできているな。はい。王様。それから間もなくお妃様は元気な男の赤ちゃんをお産みになったのでございます。皇太子のご生誕。不思議なことに時を全く同じくして城にほど近い家でも女の赤ちゃんが生まれたのでございます。お妃様、お夕飯をお持ちしました。ちっとも食欲がないの。少しは召し上がらないと。赤ちゃんの方は至って元気だというのに。でもすぐに元に戻りますよ。そうね。でも明日の命名式には出られそうにもないわ。そうですか。そうだ、面白い噂を聞きました。皇太子様と全く同じ時に生まれた赤ちゃんがいるんですって。誰の子だと思います？誰かしら。ジェナトスですよ。ジェナトス。女の子でサリナって名付けたそうです。サリナ。気の毒にお父さんがあんなことでは奥さんはさぞ。ええ、一人でサリナをどう育てようか悩んでるみたいです。そうでしょうね。王様はジェラトスに恩赦をお与えにはならないのでしょうか？無理でしょう。国王に対する反逆は重罪ですから。そうですよね。ユリア、窓を開けてくれる？外の空気が吸いたいわ。はい。すっかり秋ですね。もう1週間もするとこの葉もすっかり落ちてしまいますね。ねえ、あの双子星は消えてしまったのね。本当、この間まであんなに明るかったのに。まるであの2つの星が地上に落ちて皇太子様とサリナになったみたいですね。そうね、本当にそうね。この子が
私を殺すというのか。そんな、この子の首をひねれば、それでこの子は死んでしまうではないか。あの窓から落とせば、そうすれば私の運命は変わるのか。よしよし、許せ。すぐに終わるからな。何をするの王様。ダメだよ、ダメ。いつかのピクシー。ファラって言うんだよ、覚えといて。私の邪魔をしないでくれ。その子をどうするつもり？まさか窓から投げ下ろす気じゃないでしょうね。いや、どんな事情があるのか知らないけど、抵抗できない赤ちゃんに手を出すなんて人のすることじゃないよ。それにこの子、王様の子供でしょ。まさかお妃様浮気したとか？何を言う。無礼だぞ。ごめんごめん。それじゃあめでたしめでたしってわけだ。この子はいずれ。元気だね。きっとやんちゃな男の子になるね。ファラ何しに来たんだっけ。あ、そうそう、お別れを言いに来たの。お別れ？ファラたちの森はもうなくなっちゃった。ピクシーもエルフもいい加減愛想つかして出て行っちゃったよ。よその国へ行った人もいるし、地中に潜った人もいる。ファラもどっか行くことにしたんだ。もう戻ってこないのか。さあね。でも王様、もう過ちは重ねない方がいいと思うよ。国のためにも自分のためにも。それから覚えといた方がいいよ。何をだ。きれいな器には澄んだ水が、汚れた器には濁った水が自然にたまるってこと。じゃあね。王様。あ、ユリア。大臣が明日の命名の式典のことでお探しでしたよ。ああ。皇太子殿下、父君に抱っこしてもらってよかったでちゅね。あら、ご機嫌ですね。お父様が大好きなのね。陛下、私が。あら、皇太子殿下、日に日に重たくなっていくみたいですよ。そのうちお父様を見下ろすような大男になっちゃいますよ。はあ、明日の命名式が楽しみですね、陛下。六中の神々はどんな名前を授けてくださるのでしょう。そうだな。この子は竜の宮の生まれ。きっと竜神の使いが良い名前を賜ってくださるでしょうね。あ、陛下、ここにいらっしゃいましたか。大臣、私はもうてんてこまいです。明日の式典の席次はどうなさるのですか。来賓の間で喧嘩でも始まったら私はもう。分かった。今そちらへ行く。では各国の来賓の席次はこの通りでよろしいのですな、陛下。ああ、そういない。次は魔界からの招待客。ちょっと気にかかるのですが、エルフピクシーの長からの返事が一つも来ないのです。招待を断ったということか。いえ、どうもよそへ去って行ってしまったらしいのです。構わん。大した損失ではあるまい。代々国内のエルフやピクシーを公の式典に招いていたしきたりはそれなりに意味があったことと。いないものをどうやって招くのだ。余談ではありますが、近頃ゴブリンやホブゴブリンなどのよからぬ輩が国中で増えているという噂も。その話はまたいずれ。先を続けろ。六中の神々からは使いをよこすとの返事が届きました。すなわち海の神、山の神、勇士の神、豊穣の女神、精霊の神、竜の神でございます。そうか。まずは皇太子殿下の命名式は安泰と見てよろしいでしょう。ならばもう問題はないではないか。それが王室典範によりますと、第7の神を招くかどうかは国王の判断に委ねるとなっております。第7の神。
冥界、すなわち黄泉の国を司るギゼフィルでございます。どうなさいました陛下？ギゼフィルとは死を司るものなのか。さようでございます。そのようなものを皇太子の命名式に呼ぶわけなかろう。わかりました。過去に招いた例があるのか。ここ数百年は記録にございませんが、古い時代にはなぜだ。ギゼフィルは死を司ると同時に現世の快楽や富の神でもあるからです。私にはわからない。どうしてそのような裏腹なものが。この世で己のために富や快楽を負った者は、その重い代償をあの世で払わねばならないゆえと伝えられておりますが。何？お前がゴブリンの長か。誰だお前は。国王ルイスだ。これはご光栄が実礼しました。このような日の出さない場所においでとはお珍しい。頼みがあるのだ。頼み？国王様の頼みとあらば何なりと。ただち。もちろんただでとは言わぬ。お足らなければもっと弾む。よほど立ち迫った事情でも割と見えますな。一人の赤子をさらって殺してほしいのだ。手遅れになる前に。勇士の神の大使殿、精霊の神の大使殿、竜の神の大使殿、海の神の大使殿。神々の使いが次々と到着していらっしゃいますね。あなたも大広間に行って式典を見てくればいいのに、ユリア。私のことなら心配いりませんから。大丈夫ですか、お妃様。ごめんなさい。ねえユリア、あの子の1歳の誕生日を私は見ることができるのかしら。何をおっしゃいますか。もちろんですとも。皇太子殿下が立派に成人されるまで、いえ、それからもずっと見ることができますよ。そうだといいんだけど。今頃神々の使いが殿下に贈り物をなさっていますよ。皇太子様が誰からも愛される身も心も美しい人になりますように。皇太子様がどんな苦難にも負けない勇敢な人になりますように。皇太子様が深い知恵と洞察を持った立派な人になりますように。何事だ。汝、私をよもや忘れはしまい。招待状をもらわなかったゆえ、勝手ながらこちらから祝福に参じた。夜な、殿下に指一本触れさせぬぞ。赤子に用はない。国王との約束を果たしに来た。何のことだ。しらばっくれるな。汝の指には指輪がまだはまっている。どういうことです陛下？汝は私を否めようとした。ちぎりを保護にしようとした。ギゼフィルをたぶらかそうとした罰だ。この国を地上で最も不幸な国にしてやる。なんと。それから約束通り、汝の一番大切なものをもらっていく。
汝はとことん我が身が可愛いようだから汝自身をもらってゆく。王様！汝は永久に私のものだ。おえ陛下を助けるんだ！お聞きください、大臣。あ、ギゼフィルの手に落ちたものを取り返すことはできません。しかし私の主人竜の神からの贈り物がまだ残っております。というと？ギゼフィルの呪いを少しでも和らげるようにいたします。皇太子殿下が成長した暁にこの国の危機を救う勇士となりますよう、今ここに竜神の命名によりこの子をカイと名付けます。今城中の者が出払って探しております。なんてこと。でもとにかくも殿下は無事でカイという名を授かりました。カイ。ほら、命名式が済んだ証に王家の紋章の入ったペンダントを首にされてますよ。何の音？何かしら。いたぞ、このガキだ。連れて行け。何をするの？どけ。やめよ。早く散ろう。やめて。カイをどうするの？首を切る。お願い、やめて。カイを返して。それから間もなくお妃様は王様とお子様を亡くされた悲しみで静かに息を引き取られました。王様と皇太子様をそれ以来見たものはございません。ギゼフィルの呪いのせいか、国は荒れ華やかだったハインローグ城からも一人また一人と人が去り、廃墟同然となってしまったのでございます。それから17年の歳月が流れたのでございます。じゃあ行ってくるよ、母さん。本当に旅に出てしまうのかい、サリナ？ああ、自分の幸せを探しに行くよ。いい？お父さんのことはあまり話してはダメよ。特に王侯や貴族の方には。分かってる。そういうお高く泊まってる連中は嫌いだから、なるべく近づかないようにする。おや？暁の空にまた双子星が出ている。またって？お前が生まれた時も瞬いていたんだよ。へえ、きっといい印だな。じゃあ行ってきます、母さん。気をつけて、サリナ。必ず帰ってきて楽させてあげるからね。さーて、今年もぼちぼち旅に出るかな。それともこの森にずっといようかな。あら、迷っちゃう。そうだ、久しぶりにピクシアンの森に戻ってみよう。でもまだひどいありさまなのかな。いいや、行ってみよう。ねえカイ、私たち死ぬまでずっとこうして鉱山で働かなくちゃならないのかな。
何を言ってるんだよミシリア。僕たちはいつかきっと自由になれる。いつのこと？実はずっと考えてたんだ。この奴隷村を抜け出す方法を。きっとみんなを自由にしてみせるよミシリア。本当？ああ、それに僕は知りたいんだ。自分の両親や生い立ちのことを。あ、見てカイ、何か光ってる。あ、本当だ。なんだろう。なんだこんなもの、見たことないぞ。気味悪い。捨ててしまいましょうよ。いや、これはきっと何か大事件の前触れのような気がする。一つの物語が終わると新しい物語が生まれるのでございます。若き冒険者たちの果てしない物語、アンシャントロマンの新しいページが今また始まるのです。ただいまの出演、ルイス・オルフェアス、カイ・オルフェアス、高橋直純。マリーナ・オルフェアス、ミシリア・アールマイヤー、中山まなみ。次女ユリア、サリナ・ジェノトス、中島咲。パラミスチル、森本真理子。大臣坂口哲夫。ブロア・ジェラトス、守衛勇士の神の使い麻生智久。魔王ギゼフィル、大友龍三郎。忍者ゴブリン竜の神の使い坂本翔吾。精霊の神の使い藤野智子。女神の使い岡田かな子。ナレーション、サリナの母親、達育子。以上でお送りいたしました。